Mesha to be Season 5今回のMesha to beは帯広グルメ豚丼スペシャル厳選発見。それでは早速Let's get it started. 1. Nishi Ichi Jominomi 11 Pancho 昭和8年創業、豚丼の発祥とされる老舗ね。2021年に建て替えられた新しいパンチョーさんにはお初。やはり相変わらず人気ですね。パンチョーさん、何やらうな丼っぽい安くてスタミナがつく丼を十勝の豚肉を使ってってことで編み出されたのが1965年頃だそう。あら、創業当時からあったわけじゃないんだ。そのようです。あらのお久しぶりね。パンチョーさんの豚丼でございます。パンチョーさんは4年ぶりぐらいかな。そうね、立て直し中の仮店舗でいただいたのが最後だからそんくらいだね。パンチョーさんは肉の量が少ない方から松、竹、梅、花となっており、松が4枚、グリーンピース5個も乗っております。あれ、普通と逆なんだ。そうなの。初代のおかみさんが梅さんだったことから梅が高いランクになってんだぞ。なるほど、道理でうめえわけだ。炭火網焼きのロース肉は焼き目がいい感じ。他のお店より肉厚でジューシー、脂身も甘くてバランスのいいお肉、しっとりしとる。タレは甘さ控えめで苦味のような香ばしさが最後まで飽きずに食べれちゃう。ああ、継ぎ足し系の深みのあるやつだね。そうそう、これ一杯で幸せってなりました。なんとパンチョ、中国語だったんです。え、マジで？中国語で食堂っていう意味らしいっす。2. Nishi Ichi Jominomi 10 Hage 10こちらは昭和9年創業、老舗中の老舗ですが、名前の通り創業当初は天ぷら屋さんとして小樽で開業。あんなことやそんなこともあって帯広に移転してきたようです。あら、そうなんだ。天ぷらの名店としてスタートした老舗だけれども、豚丼も始めてみたらめっちゃうまいじゃんと人々に広まり、今や豚丼の名店としても全国区になったんだそう。こちらの豚丼も数あるお店の中で味がぶれず安心していただけるお店の一つですね。炭焼きじゃないのにこんなにうまいってのが特徴です。一口食べると香ばしく焼き上がった道産豚のロース肉に秘伝のタレがじゅわっと染み込んで、ああ幸せと思えるはず。焼いた豚肉がご飯にオンしてるだけじゃーんとお思いでしょうが、これはここに来て一度食べてみて。噛むたびに肉の旨味とタレのコクが押し寄せてきます。焼き加減が最高なんだよね。これは豚と白米の無限ループ。胃袋も心もがっちりわしづかみにされる、そんな一杯ね。で、やっぱり初代さんは看板のイラストから鑑みるにハゲてんのね。 3. Higoshi Jominomi 17 Tong Ta 今や交通渋滞を引き落とすほどの大人気店。見てください、この車列。オープン直後40人ほどが豚丼を求めて待っていました。昔の店舗はね、駐車場5台分ぐらいしかなかったんですけど、今となっちゃ交通整理警備員が常駐です。もう近寄りたくないくらい混んじゃうので最近は足が向かなくなりましたが、久しぶりに挑戦です。なんと40分待ったとさ。まあだったね。トンタさんは肉が3種類あって選べるタイプの豚丼が特徴。そうなの。バラとロースで迷いに迷い、ロースで注文。あれ、ヒレいかなかったの？大概ヒレ頼むじゃん。豚丼は油の甘みがあった方が美味しいと思うの。だからバラかロース。トンタさんは完全にバライメージだけどね。でしょ。だけど私はロースで限界。さすがにバラは腰が引けちゃいます。美味しいんだけどね。タレも甘めだからね、トンタさんは。そうなの。見てください、このテレイテレ具合。美味しそうでしょ。タレが甘めだから山椒をかけていただくとこれが美味しいのよ。ついついタレを買って帰っちゃうよね。地元のおじちゃんはタレだけ買いに来てたよ。ご家庭でお気軽にトンタの味をって最高だよね。ちょっといい豚買ってきてさ、強火でジュジュー焼いて。そうね、こんなに混んでたらなかなかお店だよね。ねえ。
4. Nishi ni Jominomi 12. Butahage. 帯広駅を降りたら2分で豚丼。帯広駅構内にございます豚ハゲさん。2分は無理じゃない？あ、そう？こちらは2のハゲ店さんの3代目が手掛ける豚丼専門店。天ぷらと豚丼二刀流ではなく、こちらでは豚丼に特化した専門店ってことでね、これがうまいんすわ。道の駅音更と北広島三井アウトレットモールでも味わえますが、せっかくなら本店に行ってみようってことでね。十数席のこじんまりルリコの店内ですが、高温でさっと焼かれたお肉に甘すぎないタレがコーティングされていてたまりません。やっぱこの狭さが大事。狭さが大事？例えば焼肉屋でね、目の前で好みの焼き加減で焼いた熱々のお肉をそのまま食べるってのはもちろん最高の状態でいただく焼肉でしょ。その豚版でね、目の前で焼いて焼きたてをすぐにってのが大事っしょ。肉は広い店内で丼の上に肉乗せてホール係が取りに来て運んでくるのに1分はかかっちゃうからね。フードコートなら 2,3 分はかかっちゃうかな。まあ確かに。ここはね、カウンター越しに焼いてるのがすぐ出てくっからジューシー感が違います。街中で時間のない時は豚ハゲ推奨。これうまいっしょね。 5. Today's katsu curry. Otano Shike. Butafuku. 釧路はお楽し家の名物豚丼屋さんがなぜにかラインナップされてるぞ。はい、ここは視聴者さんからの推薦があったお店ってこともありの、なんとカツカレーの衣抜きがいただけるんです。ダメダメ、それはいくらなんでも認められません。強引すぎ。 Going my way. Going my way. なかなか豚丼とカレーってのはやってなくてね、帯広じゃ見つけられなかったんだよね。どうしてもカレー絡めてくんのね。絡めるでしょう。こちらの豚丼も赤身に油が差し込んでいる極端に油が乗った全体の約3から 5% しかいないという噛み込み豚を使用した柔らかく美味しい豚丼ですが、それにシャバいカレーがかかってるんです。ってことでこれがカレー豚丼。これは名作ですぞよ。あくまでもカレー豚丼って名前です。これ見た目は完全カレーに豚乗せましたって感じですけど。そうなんです。シャバめのカレー。これ甘口なんだけども美味しいね。テーブルには一味しかないけど持参のマイカレーホットで辛さをブーストしていただきました。カレージャンキーさんはガラムマサラかカレーホットを持参した方がベターね。これは素晴らしいメニューだ。釧路方面ツーリングにお出かけの際はぜひ。 6. Haku Rindai. Tsuruhashi. 昭和49年1974年創業。こちらは全く違った異彩を放つ豚丼屋さんね。鶴橋さん。なんともインパクトのある豚丼がいただけるお店。はい、鶴橋さんといえばこれだ。黒いね、相変わらず。真っ黒黒好きの豚丼。これはここでしか食べられない唯一無二。甘くドロッとしたタレ、香ばしさもあるけど甘い濃ゆい、ご飯まで真っ黒だけど、これにハマる人も少なくない。松が好きなんだよねこれ。いっつも食べてんね。ね。もう一つの名物がこれ、お味噌汁。メニューにも書いてありますが、一番のおすすめはお味噌汁なんですって。あれ、そんなこと書いてた？豚丼じゃないんかーいって突っ込みたくなるよね。ねえ、豆腐のカットが独特にでかくってさ、豚丼の濃ゆさとは真逆の優しいお汁。これは確かにうまい。隣の出張おじさま、まさかの特大豚丼に味噌汁も特大をわしゃわしゃ食べてらっしゃいました。好き嫌いは分かれるでしょうが、濃いめのやつをくれ系の方はぜひ。お味噌汁もマストよね。 7. Nishi Ichi Jominomi 24. Sumbi Yaki Butadan Tongbi. 完全なる住宅街の住宅改造型のお店。あまりにもの住宅っぽさ加減に驚きが隠しきれません。ただいま。お腹すいたって感覚で入っていくと、まさかのあらびっくり、豚丼屋さん。美味しけりゃどこにでもお客は押し寄せる時代ですからね。今は好立地で高い家賃払う必要なんかないんです。そのお手本みたいなお店ね。ここはお肉を一度焼いて、さらにタレをつけて二度焼き製法。ほほう、うなぎ方式ね。
タレはおばあちゃんの味を引き継いでるんだって。おばあちゃんが美味しいの作ってたんだね。ありがとうおばあちゃん。これが一見濃ゆそうなのですが濃ゆくないの。しょっぺくねーのが嬉しい。ちょうどいい感じでご飯が進むくんです。はあ、どうですか。それでトンビさん、おいちゃんはトンビさんまだ未体験なんでね。これはポイント高いっす。小豚があるのがいいっしょ。確かに小盛りね。小豚ってのは何軒か回りたい時にちょうどいいね。帯広来たら豚丼何軒か回りたいからね。そうそう、名店の豚丼もいいけど美味しいの結構ある。あるね。8. Otto Phuket, Kasiwa. やっぱ豚丼っていや柏さんってなりますわね。この豚丼は素晴らしいですね。ハゲハゲチェーンも好きだけどね。そんな名前のチェーンはありません。でもハゲ店さんも豚ハゲさんもほんと美味しいよね。だけど帯広ピーポーもやっぱ柏さんって言うもんね。そうさ、まあこの3軒は帯広豚丼3トップかな、おいちゃん的に。やっぱり私もそうかな。みんな美味しくて横一線って感じだけど、この3軒は抜きん出てるかな思いますね。こちらの柏さん、帯広市内にも同じ屋号のお店がございますが、全く別と思っていただいた方がいいかと思います。はい、息子さんなんよね確か。はい、ですが2代目さんは我が道を行く系ってことで、まあこれも好みでしょうからね。ライクサタデーのまみちゃんも柏が好きって言ってたね。学ぶがトンタやっぱ人それぞれ違うもんだね。なんかわかる気するよね、学ぶトンタって。わかる。トンタって顔してんね。こらだけどライサタはハゲても豚ハゲも言ってないみたいだから、そっか。これ皆さんも豚丼食べ比べしてみていただきたいですね。人それぞれだからね、好みは。鶴橋がナンバーワンの人もいるしね。そうだよ、だから人類平和なんだよね。次回はぜひ2番テーブルのジャン卓でいただきたいですな。ランチュでもちろんペコッと。 Jikai no Mesha Tabiwa. Gachi de Mata Tabathai. Tochigi Wutsuno Myakaiwai Death. Ortano Shimi ni. See you soon. ということで絶賛風邪引き中のおじさんです。はい、ひどいですね。はい、やりましたね。まさかの栃木県でマイナス3度にやられましたね。びっくりしたね。いや結構寒いな、3度ぐらいかなと思ったら、ただいまの気温はマイナス3度です。言って。皆さんも風邪にはご注意くださいね。はい、北海道の皆さん雪かきが大変でしょうがね、風邪も流行ってるようなので元気に年を越しましょう。皆さんも北海道から逃避行する生活を計画してみてください。ぜひ雪国から逃げ出そう。もう半月後には皆様に南国の映像をお届けするかと思いますのでお楽しみに。ではまた。バイ。Thank you.